よし食った。よし食った。よし食った。でっかでっか。よし食った。やばい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 。ジョルティ 22g スーパースローリトリーブ腹巻きです。いやでも来たよ。トレイシー早巻きジョルティミニ14。楽しいね。最高にワクワクするねこれは。ありませよということで、韓国シーバスやってきました。まずはボートシーバスをやっていきたいと思います。ブルブルルアー、日本のルアー釣れるよっていうところをアピールしていければなと思います。ということで先発ジョルティ 30g、結構ね深いポイント、水深が 25m あってドンと深くて、でそのボトム、この壁際ボトムまで落としてそこから巻き上げてくる釣りみたいなので、まずはちょっと重たいこれからスタートしてみたいと思います。はい、さあワクワクですよ。ここいそうだな。どんぐらいのレンジでいくんだろう。めっちゃスローの基準が分かんないけど、あんまキワキワだと落ちていかないねるわ。食ったルアーが落ちていかなかったら食ってた。ヒット、ファーストフィッシュ。なんかぬるっと始まっちゃいましたが釣れたよ。はい、やだー、よっしゃー、ファーストフィッシュ可愛い子ちゃんだけど釣れたよー壁際落として、でも壁もやっぱだんだんと多分今のところ落ちてそうだったんで、そこをボトム取ったら巻いて、でもう一回落として巻いてって言ったらフォール中に食ってました。よっしゃー、綺麗だね。銀ピカにこの点々がすごい。コリアンシーバス1匹目最高。ここはいいポイントらしいですよ。まあベイトフィッシュもいるし、少しずつずらしながら12344カウントぐらいでいいみたいです。まあ本当に 4,5 メーターぐらいのレンジを泳いでると思います。表層より少し下。こっちは落とすそうです。サラシやらシェードやらにいるらしいです。食ったんじゃないか。よっしゃヒット。よっしゃー、落として途中に食ったよ。あーバレちゃった。バレた。いい感じのポイントですね。シェードではないけど流れが当たってるのか、まあよれてるのかな。非常にベイトフィッシュがたまりそうな感じです。その際にストックされてないか。あ、いるね。すごい。ほらほら、ものの見事にストックベイトはストックされてる。全部さよりだ。おおすごい。どっち今ルアーよれに溜まってる。下では絶対見てるよ。ただ意外と魚はよくルアーかどうか本物かどうか見てるんで、騙せるかどうかジョルティの実力が問われる。
惜しかった。かわいいスーパースローリトリーブ。これは可愛いけどでも引くよね。強い強い。うい来たよ。ジョルティ 22g 超スーパースローリトリーブ。もうじっくりじっくり巻いてたらドンって食いましたね。サヨリがねベイトでいっぱいいるんですけど、まあ、その一段下ってイメージかな。45メーターぐらいラインを多分巻いてたと思います。ただ巻きです。やりました。びっくりするぐらいスローリトリーブ。こんなんで食いましたね。サヨリだからかな、動かない方がいいのかもね。スレソ。おし食ったと。バレた。くそー。ジャンプ一発。でかいのいないかな。バイト。ポールバイト。さあ溜まってるよ。ポールバイト。まあでも上に出てこないやつを魚の目の前までルアーを徐々に落としてってここで食わせる。よし食った。もっと丁寧に落としていったら食った。少し離したとこまで、だんだん落ちてるんでそこを舐めるように落としていったら、丁寧にやれば出たね。ありがとうございます。よっしゃサイズアップ。よしよしよしはいありがとう。よいしょ。いい感じになってきたんじゃないですか。しっかり超えてる。よく引く大陸続きです。ジョルティですね。ちょっと最初ねポンポンと当たりあったんですけど当たりなくなって、よりねもう一段落ちてるところに落としていったらもう見事な気持ちいいバイトでした。いやーいいですねジョルティ。ボトムからの巻き上げでも食ってくる可能性、ずっとシーバスが見てる可能性あるんで、最後はノーマルリトリーブで一気にボトムから浮上させる。でちょっと根がかりもするんですけど、すぐパッと弾いてあげれば取れる岩肌なので、無理にね引っ張らない。ポイント移動。よし食った。ヒラスズキだね。はい、今日最小じゃないか。でも反応してくれますね。めちゃくちゃ一等地にこれがいるんだよね。だから大きいやつ抜けてるねこれ確実に。いつも生後釣れないっけねえ、しかも一等地にこれがいるからさ、一番いいポジションにあいつらがねいっぱい占拠してますからね、ちょっときついな。どうしようもない移動する。カラー変えてきますよ。ジョルティ 22g のキャンディーカラーでね、ちょくちょくねジャーキングとかやってるんですけど、いまいちやっぱ当たりきらなくて、ジョルティのボールがねよく当たるので、まあもうしばらくこれでやってみようかなと思います。よし食った。バイトバイト落ち速攻当たるね。よし食った。どうだ。これは負けで食ったね。はい、ジョルティよう釣れます。 22g、楽しいですよ。今回巻きでしたね。東京の河川の橋脚の釣りぐらいなんだけどそんな勢いで、サイズ感もちょうど隅田川の橋脚サイズ。
よし食った人ふわ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 やっていったら食いましたね。ちょっとリフト&フォール気味に。はい、かっこいいね。いいんじゃない。ばっくりです。ジョルティ22キャンディカラーです。漂わせるのが良さそうだね。ふわ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 巻くっていうよりはとどめさせる。なんでだろうね。そういう習性なのか、今のベイトとか絡めてなんか状況なのか分かりませんが、フィーディングゾーンは狭いです。よし食った。ボトムベイビー。まあでもいいのよ、楽しいのよ。逃がしてすぐ逃がしてるよ。ありますよ。2日目です。さあ本日もボートやっていきたいと思います。ちょっとサイズがね伸び悩んでるでちょっとねサイズが伸び悩んでるんで、今日はね昨日超えるちょっと大きめの1本頑張って取りたいと思います。昨日見つけたパターンジョルティ、これで引き続きやっていきたいと思います。 22g。 当たったー。バイトポールで当たりましたよ。シェードもあるよ。目やん。さあ入れやすいよね。飛距離が出るんで余計な力みなくキャストできる。それがまあキャスト精度を上げる一つの要因ともなってるんで、ほんとこういうストラクチャー打ちジョルティ向いてますよね。あとはプラスチック、当たり前ですけど、ワーブボディなんで岩に当てても壊れない。これもかなり一つ大胆に攻められる理由かなと思います。昨日と同じく壁ギリギリなるべくキワキワに落として、ちょっと今当たったけど当たっても壊れないのがいいですね。でまあ、がっつりカーブフォールじゃないですけど、少し糸を竿寝かして送り込んであげるぐらいのフォールでルアーをこの岩に沿って落としていく。なんかちょっとベイトが違うねえ。ちっちゃいのが飛んでる。昨日はサヨリだったけど、うわ地獄の瞬間を見てしまった。竿がぶち折れた。スズキが釣れる色ではない。2本だったら外洋の色、黒潮の色してる。あー、ここどうだ。ここいるだろう。すげえ。なんかここ入ってくのめちゃくちゃ映えるこれ。はい、このジョルティ今やってるね壁打ちにもとても、使いやすいアイテムとなっています。このジョルティの特徴として一つはとても飛距離が出る、飛ぶっていうところですね。その理由がこの移動式重心合いシステム。これによって飛ぶ際にこっちに移動します。これによってルアーが全くブレずにまっすぐ飛んでいきます。ブレちゃうと失速してルアーの飛距離が落ちたり、あとは今日ピン打ちなんでやっぱ狙ったところに落としたいっていう点でこのブレない性能、
ぶれないので狙ったところに一直線に飛んでいく。なのでアングラーの力量、その人が持ってるキャスト精度を 100% 引き出してくれる、そんなね飛距離のこの移動重心合いシステムになってます。もう一つ、このジョルティは標準5番フック背負ってます。なのでジグヘッドワームの部類にしてはかなり大きいフックをしかも2つ背負えるので、かなり大型魚にも向いてると思います。プラスこの針の番手を上げても大丈夫です。5番から4番に、多少背中拾ったりは増えますが問題なく使えます。そしてジョルティはしっかりねこの中ワイヤーが通ってます。なのでバイトがあっても全くずれない。なのでシーバスって群れで捕食することがあるんですけど、ファーストバイト乗らなかった、ここでワームがずれちゃうと次食わないんですよね。だけどジョルティはずれないから1回バイトあった、その後セカンドバイト、サードバイト、それがね拾えるっていうところがジョルティの強みです。あとは当たり前ですけどワーム素材なんで壁にぶつけちゃっても、ボディが壊れない、積極的に際を狙っていける。なのでこの壁打ちゲームには非常に向いてるのでぜひ使ってみてください。よし食った、ヒット。よし、ちょっとしかもサイズいいよこれ。よっしゃー、ミニ変えたら速攻。よしよし、間違いなく一番ではあるよ。鈴木か、鈴木か。うん、間違いなく今回1位。鈴木じゃない、でかっでっか、アイナメでっかさあ遠くにやってきました。なんでこっちにはアイナメがいるんだ。わかんねえ。ねしかもめっちゃいいサイズや。えね東北ロケ成功。え、スーパーゲスト。スーパーゲスト。でかいね。おいでかい。はい、来た。でかい。何センチあるんだこのアイナメ。普段馴染みないんでもちろん自己ベストです。ジョルティミニ変えて 2,3 頭目すぐ来ましたね。ジョルティミニの 14g。 いや、よく引いたというか重量感半端なかったです。40、絶対それシーワシじゃないよ。同じ同じセット。でかい。すげえな、はい、これ今回韓国に兄弟がめっちゃいる。釣りに来ております。わあ、すごい。穴打ちですよ、韓国の穴打ち。近っ。おし食った。穴打ち成功。やばい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 。いや、でかいかどうかは分かんないけど、まあでもそんな悪くないよ。壁に擦れる、壁に擦れる。さあ、アイナメ。穴打ちアイナメ。はい、ジョルティミニ穴打ちで上で出ますんで、多分暗いから。よし食った、ヒット。よっしゃー、少し離したところで食ったよ。よっしゃー、今日は渋いけどミニで食ったよ。おお、強い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 。おお、危ない危ない。よいしょー、しゃーしゃーしゃー。うい、はい、来た。これ60でしょ。ようやく鈴木。ちょっと大陸の地が入ってそうな丸ハイブリッドかもしれません。ジョルティミニ14。いやー、今日の渋い中よくやってくれた。やりました。これ結構リトリーブでしたね、少し落としてからの。よし、
ルアーチェンジします。これねトレイシー25っていう鉄板バイブレーションですね。プレートがね入ってるバイブレーションです。これのね早巻きでちょっとサイズアップ狙ってみたいと思います。マジでちっちゃいけどすげえ。さあトレイシーはね非常にトラブルの少ない鉄板バイブレーションになってます。 25g と 15g があって、これ今重い方の 25g です。これを投げて際に落として少し沈めて巻ける。でね、非常にこの巻き心地が軽い鉄板バイブレーションなので、こういうキャストを繰り返す、しかも釣れる範囲が割と決まってるので、手前は回収、いち早くね手返しよく次を打っていくために、ここのね巻きが重いと最後回収が大変なんですけど、それが軽いんで非常にストレスなくこういうピン打ち壁打ちにもね使える鉄板バイブレーションです。本当に軽いですよ、使い心地は。おお、すげえ、ナイス。50超えるようになってきたね。全然トラブルないでしょう。今のとこノートラブルですよ。一回も。これテーリングね、テーリングしてないから、そこがトレイシーのいいところ。やばいやばいやばい。マジ俺当たんねえぞ。はい、トレイシーのミドストですね。シューンって沈んでくれるんで、レンジまで入ってくれましたね、一気に。やったー。俺これ釣れんじゃねえ。釣れない。あ、食ったと最後残念。でもトレイシーで食ったよ。 25g。上全然。おし食ったどこだ。いやでも50ぐらいあるんじゃね。おいしょ。おお強い。よしよっしゃー、オープンセーフ。よしよししゃよしよし丸だねあ、でもなんか顔が細いね。まあ丸点々はないですね。でも顔がなんかちっちゃくて、ちょっと大陸のあれも混じってそうな。いやでも来たよ、トレイシー早巻き来ました。ほら食った。ほら沈めたら食った。ちっちゃいスーパーベイビーでも沈めたら食ったよね。レンジ変えて愛子ちゃんだけど、でまあレンジ変えてやっぱ食いましたね。散々上はどうしてもう当たんなくなったなと思ったら、ちょっとあえてボトム取りました。これ25。はい、ということで、韓国シーバスおかっぱり編ということでやっていきたいと思います。ボートから上がってユーマ詰め、1時間ぐらいちょっとやってみたいと思います。ボートでも大活躍だったジョルティ 22g。 やっぱワームはね本当に食わせの能力高いので、しかもジョルティはねこの移動式深い移動式の愛によって飛距離がとても出る。深いんだ。ちょっと喋りながらだったけど7、8メーターぐらいはありそうでしたよ。これはちょっとレンジ変えたら食う魚もいるかも。駆け上がりがどこに入ってるか。よし食った。あれ違うか違うかもさ。あ、魚だ。タチウオだ。よっしゃ。本当に何か釣りたいよっていう方には非常におすすめです。